アイくん、これを見てごらん。ああ、3D 生成 AI ですか。嬉しいね。アイくんが知っているだなんて、創作活動に興味を持ち始めたのかい。違います。暇つぶしに AI を調べていたら出てきました。それは残念。まだ使っていないんだね。そうですね。英語でよくわからなかったので。なるほどね。じゃあまずは軽くメッシーの使い方を説明しようか。まずはアカウントの作成からにしよう。ホームページは日本語で表示されていますね。意外かもしれないけど UI は日本語化されているんだよ。無料でサインアップをクリックすると。へえ、Google アカウントで簡単に作れますね。だから、興味があるならすぐに始められるよ。このような画面になったら焦らずに、左上のワークスペースにカーソルを合わせる。何か出ましたね。今回はツールキットの画像生成モデルを紹介するのでここをクリック。画面が変わりましたね。ざっと紹介していくよ。はい。まずはプランの説明からだ。フリーのプランは100クレジット。いろいろしようと試すとすぐになくなるから気をつけて。フリーだと全然できないということですか？それは後で紹介するのだけど、クレジットはたまにもらえたり、増やすこともできるんだよ。そうなんですね。じゃあ無料でもいいじゃないですか。ところがどっこい。ダウンロードしたり利用するには制限がかかるから、しっかり利用したい人は有料プランに入る必要がある。僕みたいに暇つぶしに 3D 生成 AI を使う人はフリーでも良いわけですね。そうなるね。商用利用したいのなら、プロに加入が必須と考えてよい。プロの月額の料金は日本円で3084円ですね。年額の料金は月々だと2468円です。ここで注意が必要なのは、年額だとクレジットカードの支払いが一括になるということ。気をつけないといけませんね。プロのクレジットは月1000。こうなるとある程度は作りたいものが作れるようになる。同時生成できる数も10に増えるし、ブレンダーにも出力できるようになる。にしても値段が高いですね。はっきり言うね、アイくん。そう感じたならセールの時に購入か、1ヶ月間だけ試すといいよ。セールをしているのですね。2025年のブラックフライデーの時と、クリスマスの時にしていたね。どれくらいでした？年額の支払いの半年分が半額になるセールだったかな。半額なら入ってもいいかなとは思いますね。私もそれでプロに加入したからね。画面の大まかな説明をしていくよ。右上の数字は何ですか？それは今のクレジット数だね。めちゃくちゃ余っていますよ。実はね、2ヶ月で2000クレジット以上は使っているんだよ。なんで余っているんですか？何かしらのイベントやらでクレジットがもらえることがあるんだよ。さっき言っていたことですね。そう。それに、足りなくなると、クレジットを増やしていたんだよ。そんなことできるのですか？左下を見てほしい。投票モデルと小さく書いています。ここにカーソルを合わせると、毎日最大200クレジットってすごいですね。プロプランの5分の1もらえるんだよ。クリックすると、この画面になる。右上の画像から生成した 3D モデルの左右に2つ表示されています。上の文章を読んで、この2つのキャラクターを見比べて、良い方に投票していく。20組あると書いていますね。いろんな質問があるから文章を読んで、どちらかを選んでいくだけだ。なんか面倒です。私はこういうのが好きだから平気だけどね。ボランティアプラス、クレジットと考えれば悪くないよ。ただよりかはいいですね。今回は、画像から 3D モデルを生成していく。準備するのは、モデルの素材となる画像だ。背景が白いです。基本は背景が無地か透明が原則だ。これからの作業が楽になる。この画像で何をするんですか？人型の 3D モデルを作るから、ネッシーに読み込ませるための画像を作っていく。このプロンプトは何と書いているのですか？見えません。まあ、長いし、英語だし、見せてもね。チャット GPT に作らせたのでしょう。そうなんだけどね、画像用のプロンプトは、人が作るには少し難しすぎるから、今回は、パーソナライズの影響を少なくするために、Firefly ボードで行うよ。画像生成 AI のモデルは、新しく増えた Gemini 3、ナノバナナプロと GPT イメージ 1.5 を使用する。Firefly ボードは初めて聞きました。これは Adobe のアプリで、いろんなモデルの画像生成と動画生成も行える。便利ですね。だけどこれもクレジットを使って生成するから、メインで使うとあっという間に足りなくなる。ナノバナナプロと GPT イメージ 1.5 を2枚ずつ生成したぞ。上の2つが GPT イメージ 1.5、下がナノバナナプロだ。こう並べると結構違いますね。いつもは GPT イメージ 1.5 を使っているが、出来が良いのでナノバナナプロでしようかな。メッシーではできないのですか？あまり使っていないが、やってみたぞ。なぜ使わないのですか？
3D 生成 AI はメッシーしか使っていないからね。常に余らせているんだよ。あとは使い慣れていて、試行錯誤できるもので試したいのが本音なのもあるけどね。こっちの方が便利そうに見えます。使ってみると簡単なプロンプトでポーズ指定するだけだから、意外とおすすめかもだ。とはいえ800文字しか入らないのは残念なところだね。少ないのはダメなんですか？まあ、長く入力できる方が結果としては楽なんだよ。ただ Firefly ボードやメッシーのようなツールから画像生成する一番のメリットは、画像サイズの指定が簡単にできることだね。プロンプトが短くなる代わりに簡単になるということですか？そうなんだよ。ユーザーフレンドリーな工夫がされているんだよ。結構大変でしたね。ここからは楽だよ。ただし時間がかかる。生成 AI ですよね。理由は見てもらえればわかるかな。一気に4つするんですか？そう、これが一番生産性が高くなる生成の仕方だ。一つに10クレジットっていうことは、 80クレジットだね。月のクレジットの10分の1ですか？困ったら投票すればいいからね。一つ一つ軽く見ていこう。後で画像でまとめるから、あまり気にしなくていいよ。何しているのですか？ざっと見て悪いところがないか、確認しているんだよ。荒探しですか？アイくん、良いところも探しているよ。問題点をまとめるとこんな感じだ。服のボタンの数、頭の模様、背面ですか？まずは服のボタンから。ボタンが0から5個と全部バラバラです。頭はどうかな。一つは真ん中に線が入っているし、服の首の部分も各々違います。じゃあ背面は。頭がへこんでいるもの、服にシワがついていたりついていなかったり。生成 AI の問題は、クオリティが安定していない、ということなんだ。それをカバーするには、たくさん作る必要がある。確かにこれじゃあいくらあっても足りませんね。ただこの下の部分にカーソルを合わせると、無料再試行と出ましたね。×4 ということは、4回生成できるということですか？その通り、4×4 で16回生成できるということだ。ただ再生成すると、前のモデルは消えてしまうけどね。下のテクスチャを押す。するとこの画面になる。テクスチャとは何ですか？まあ、色付けをしていく作業だと思ってくれればいいよ。そしてテクスチャのボタンを押す。結局、4つも生成しました。まあ、テクスチャは10クレジットだからね。時間がもったいないなと思ったら、複数やるのが楽なんだよ。まとめてみたよ。とりあえず正面から見ていこう。頭の違いだけで悪くないですね。背面はどうかな。首の後ろは肌が露出していますし、ところどころにシミみたいなものがあります。今回はメッシーでの 3D モデルの生成の工程だから、状態の良いものを選んで、次の工程に行くよ。下のリメッシュを押すと、この画面になる。リメッシュとは何ですか？ディテールを下げて、データを軽くする感じ。かな。次のリディングの工程のために必要なんだ。先生、よくわからないのですね。とりあえず、4つほど生成しようかな。今回は質の良いものだけを、1つ選んで紹介する。これはひどいですね。さっきはあれだけ綺麗だったのに。ここは伸びしろだと思って、次の工程に行くよ。下のリディングを押す。この画面になったら、右下の、次へ、押す。これも特に問題がないから、次へ、押す。早いですね。説明することがないからね。マーカーの配置は、横の説明文を見ながら行う。難しそうですね。特にクレジットを使うわけでもないから、使って慣れてもらう。ということで、前はこんな感じで、後ろはこんな感じ。そんなに悪くないですね。プロでないと、満足してしまうクオリティではあるんだよ。動かすとこんな感じだね。ちゃんと動いてますね。こんな動きもできる。先生にこんな動きはできないでしょ。いやいや、頑張れば私だって。やめてください。確実に怪我をするんで。このリディングされたモデルを、ブレンダーに送信するやり方を教えようか。上の、リソースの、ブレンダープラグインをクリックするか、下の DCC ブリッジの、ブレンダーのプラグインをダウンロード、からインストールする。先生、質問してもいいですか？何かね、アイくん。どうやってインストールするのですか？よし、ついでに教えようか。ブレンダーの画面の、プリファレンスを押す。アドオンの右上の下矢印をクリックする。ディスクからインストールとあります。これをクリックだ。先ほどダウンロードしたメッシーブレンダープラグインを選択して、右下のディスクからインストールを選ぶ。プリファレンスのアドオンのメッシーオフィシャルプラグインを押す。右のツールの下の方に、メッシーと表示される。もしツールが表示されていない場合は、N キーを押すと出てくるよ。メッシーをクリックすると、メッシーブリッジが表示されましたね。ランブリッジをクリックして、ブリッジオンにする。元の画面に戻ってきましたね。あとはこの、ブレンダーに送信を押す。
表示されましたね。ちなみにアニメーションもついてくる。お得感がありますね。私はいらないから消しちゃうけど、よくわからないからでしょ。使わない機能は消すに限るよ。でもこれじゃあ、商用としては。リギングをしなければ見た目はそれなりなんだけどね。ブレンダーをうまく使う人が使えばもっと見栄えが良いかもしれないかな。先生でも使えないなら、僕みたいな素人ではもっと使えないでしょ。ちなみに私は結構活用させてもらってるよ。そうなんですか。テクスチャーは問題あるけど、グレーの状態だと特に問題ないことが多いからね。まあ、確かに悪くなかったですね。人だとまだうまくいかないけど、椅子とかデザインがありきたりで複雑すぎないものならとても綺麗な仕上がりなんだよ。先生は高く評価しているのですね。使い方次第ってところかな。こんな感じで使えば、あとはちょっと愛情を注いであげればそれなりのものにはなるよ。確かにこれなら悪くありませんね。とはいえ、このやり方だと次は画像生成 AI 特有の問題が出てくるのだけどね。つまり、どういうことですか？プロのツールになるにはまだまだ道のりは長いってことかな。残念ですね。逆に好きなことをしても何も言われないから好き勝手楽しめばいいよ。どうだいアイくん。メッシーは。僕にはまだ早そうです。いや、アイくん、無料でも楽しいよ。先生はサブスクをしているじゃないですか。私は仕事で使う予定があるから。じゃ、僕も必要になったら買いますね。ちょっと、アイくん。先生、お疲れ様でした。